一致ですか、不一致ですか。2023年6月、中井氏と当該女性のその夜は、不一致ですか、一致ですか、不一致ですか。ここ一番のポイント。どう判断したか答えてくださいよ。教えてください。結局、港社長と加納会長ですが、フジテレビの、社長と会長が、辞任して、なんかアニメ畑でずっとやってきた人、専務かなんかが社長になったということで、日枝さんは相変わらずトカゲの尻尾切りをして、幕引きしようとしてるわけですけれども、フジテレビ、フジメディアホールディングスはこれで株主総会を乗り切れるというふうに考えているのがすごく甘くて、会見内容ね、僕もテキストになってるものとかちゃんと見てみたんですけれども、まあ大体これまで、報道されてきた内容とほとんど同じなんですけれども、まあ、結局中居正広さんが何か問題を起こしてるんだけれども、これ番組をですね、中止したりとかすると、なんていうのかな、変な、なんかこう、憶測を呼んじゃったりとかして、ダメだから、ね、今回辞めるなんてね、番組を辞めたりとかしなかったんですみたいな、すごいクソみたいな言い訳がいっぱい出てきて、いるわけだし、あとなんか YouTuber の外録チャンネルの人とか、いつもの望月磯子とか、もう変なキャラクターが勢揃いしてる、すごい記者会見になってて、まだやってるって、もう3時間以上やってるんですかね。すげえ笑えるって感じなんですけれども、当然これで幕引きはしないし、実際のところ前からずっと言ってますけれども、スポンサーはですね、テレビ CM にあんまり効果ないこと、特にナショクラはね、ナショナルクライアントはあんまり効果ないんですよ、高齢少子化だから。だからもっとこう、例えば過払い金請求とかですね、C 型肝炎、B 型肝炎訴訟の、法律事務所ベリーベストさん、うちのスポンサーもやっていただいたりとかしてるんですけど、ベリーベストさんみたいなところの方が、全然稼げるっていうか、CM の効果あったりとかするんですけど、そういったところにですね、どんどんシフトしていくべきだと、そういう時期なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ取り急ぎですね、今のままだと多分 CM も戻ってこないと思いますし、戻ってくるっていうふうに考えてること自体はすごく僕はお花畑だなっていうふうに思ってるし、実際ね、記者会見のところで日枝さんはどうなんですかみたいな話をしたら、いや、その上の方のね、上級役員に、フジメディアホールディングスの方にも何か何らかしらのですね、責任を取ってもらわないといけないと思ってるっていうふうに言ってるんですけれども、結局何かしらのですね、役員をたとえ辞任したとしてもですね、影のある影響力を持ちながら陰性をさらに進化させていくような僕は気がしてるので、本当に取締役一掃して、完全に外部から経営をしないとですね、この会社多分生まれ変われないんだろうな。でも生まれ変わらなかったらこのままただの不動産管理会社として朽ちていくだけなので、本当もったいないなって僕も思ってるんで、まあ何らかしらのことをですね、フジメディアホールディングスの株主総会で提案をしてですね、経営陣を入れ替えるのがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、社内でなんとかなると思ってる人たちっていうのはちょっと本当脳内お花畑だなという、そういった記者会見に相変わらず盛り上がっております、フジテレビ問題でございます。まあね、アメリカではトランプ政権が誕生して、大騒ぎになってるのに、日本はフジテレビの問題で騒いでて、レベルが低い的な発言も見たりするんですけど、僕は日本の問題は、テレビ局、地上波テレビ局がこれまで、その芸能人とかを、従えながら、日本の世論を作ってきたのは僕はテレビ局、地上波テレビ局だと思うので、実は日本の諸問題の改革の第一歩っていうのは地上波テレビ局のもう一丁目一番地なんですよ、この改革が。だから、まあ、プロスポーツビジネスが、日本のプロスポーツビジネスがアメリカのビジネスに負けてるのも、政治がダメになってるのも、これ全部マスコミのせいですから。地上波テレビ局が20年間停滞してたことが全ての問題のもう根源なんで、これを改革するっていうのは実はすっごい大事なことなんです。そういう僕は社会的使命感も持って、このフジテレビ問題っていうのに取り組んでいるので、これまあ、
ある意味変われるラストチャンスかなというふうに思ってますし、当然他のテレビ局にも似たような問題は出てくると思います。今ですね、富士メディアホールディングス株式自社株買いしてますけれども、それもですね、うるさい株主を黙らせるための、手段でしかないし、PBR、株価純資産倍率ですね、0.5 倍を割り切ってる、もう 0.4 倍台まで来てるわけですけれども、それぐらい、要は経営効率が悪い会社だっていうふうに思われてるわけで、今の経営陣だとこのまま変わらないと。でも、最近株価が伸びてきてるというのは、もしかしたらワンチャン、次の株主総会でひっくり返せるかもしれないっていう皆さんの期待感もあるんじゃないかなと思います。もちろんね、海外の投機筋が買ったりとかしてる部分もあるのかもしれませんけれども、その辺はちょっとね、市場のことなので、詳細はわかりませんけれども。ということで、今回のね、フジテレビの問題で、クローズアップされてるドラマで TBS 系で放送されて、その後アマプラとかでも見れるようになったのかな。新しい王様、シーズン1、シーズン2という作品がございましてですね、こちらの方が、なんか見直されてきてるというか、はい。これ、本当に私が、モデルになってる藤原竜也さんが、私をモデルにした主人公になってるというふうに言われてるんですけども、ちょっと不祥事で、テレビを追われて、やっと最近ね、地上波テレビに復活した香川照之さんって素晴らしい役者さんが村上ファンドの役をやっております。その後、演出、脚本の山口正俊さんを、実は長年のもうね、灘中灘高東大とずっと親友だったはずのですね、山口さんを村上ファンドが訴えるっていう。訴えたってことは香川照之さんが演じる越中ファンドは村上ファンドだって、だって越中ですよ。ね。越中っつったら村上ですよね。村上市ってあるんですけれども、越中ファンドとかそういうのが出てくるわけですよね。で主人公、秋葉は僕の、要は、もともと僕は山口さんにお会いして、いやー、村上と堀江さんのドラマやったら面白いと思うんですよね、とかって言ってて、そんなの面白いですか、マジで、とかって言ってたら、何年か前に、この藤原竜也さんと、香川照之さんで、本当に実現しちゃって僕見たんですけど、マジで面白くて、もう 90% 以上実話です。てか実話の方がよりエグい。ですね。ドラマはかなりオブラートに包んであんな感じです。テレビ局とかその周りを取り巻く芸能界の実態っていうのはもう本当にめちゃくちゃで、あれに描ききれないぐらいやばいことがあるっていう。で、なんかね、最近フジテレビの問題でこの新しい王様がすごく、注目されておりますけれども、これ実はですね、フジテレビ、山口正俊さんは実はフジテレビの社員だったんですよ。フジテレビの社員でカバチタレとかですね、その辺のドラマの演出をやってたのが山口正俊さんで、だから、新しい王様は TBS で放送されましたけど、一応中央テレビっていうのはTBS っぽい会社、TBS っぽい感じの会社に描かれてますけど、あれは多分フジテレビです。なので、フジテレビの社内で行われてたことが、要は山口さんによって描かれてるめちゃくちゃリアリティのある、ドラマなんです。先日ね、メディアの支配者とか刑罰とか本をご紹介しましたけれども、今のフジテレビ問題の本質を理解しようとするならば、ドラマを見るのがめちゃくちゃいいと思います。あそこに中央テレビの社長とか会長とかその辺の人たちがどうやってメディアに叩かれてるのを回避しようとするのかみたいな、それが会議室でくだらない会話してるんですけど、多分おそらく今のフジテレビの社内もそんな感じだと思います。まだね、70社以上 CM 降りたにもかかわらず、まだそんな感じの社風である可能性割とあるなっていうふうに思ったのは、今ね、渡辺渚さんですか？アナウンサーの、そちらの方の問題で、
発言をスルーしたって言われている佐々木京子さん、僕も同級生なんで見ててちょっと痛々しいんですけど、佐々木さんね、僕が逮捕された直後ぐらいにご結婚されてて、その結婚相手が実はなんとライブドア証券の社員、僕と同い年の社員がいたんですけど、その人と結婚したんですよ。で、僕は拘置所にいる時に結婚式があったらしく、それはもう伝え聞きなんですけど、そのライブドアの社員、さすがになかなか出席しづらい状況だったらしく、一人だけ出席したらしいんですけど、まあ別に、その佐々木さんとその社員の結婚は別に非常にめでたいことだし、まあ僕ももし、逮捕されなければ出席してたかもしれないな、みたいな結婚式だったんですが、そこでなんと、この間お亡くなりになられた、佐々木さんと一緒に朝の情報番組に出てた小倉さんですね。で小倉さんが、なんか乾杯のご挨拶なのか何のか知りませんけれども、やられた時に、なんて言ったかっていうと、フジテレビは買収されませんでしたが、佐々木京子は買収されました。って言った、挨拶されたらしいんですけど、なんかさ、そういう感じなのよ、ノリが。フジテレビの。俺、拘置所に閉じ込められてんのに、まあ、冗談でも身内でも、どっかに漏れる可能性あるのにそういうことを言っちゃう乾杯のご挨拶なのか何のか知りませんけど、そういう会社なんだろうなっていう、こう、モラルが低いっていうのかななんかわかんないけど、冗談でも今そんなこと言いますみたいな。そんな、なんかフジテレビの文化が知れる出来事が、そんな感じでありましたっていうのと、もう一人またタレコミが来たんですけど、AKB48 の曲で、蜷川実花さんがね、演出やられたヘビーローテーションっていう、まあちょっとなんかセクシーな下着姿みたいなのになって AKB48 の女の子たちが、で、PV になってて、まあ割とこうおしゃれな作りで、まあ女性の監督で、まあだからこそこんな映像作れたんだろうなっていうふうに思ったんですけれども、まああれ自体は僕は評価されていいと思うんですが、まあそれもね、ちょっとフェミ系の人からすると何なんだこの映像みたいに思われるかもしれませんけれども、まあ未だにね、カラオケの MV としても使われてたりとかして素晴らしい作品だと思うんですが、またこれがね、それに関わっていた広告代理店の人なのか何なのかが、AKB48 の指摘すべてが見れるんでしょって言って、フジテレビの幹部の人が、そういう不埒な目的で撮影現場を無理やり見学に来たっていうタレコミがありました。まあなんかいろいろ嫌ですね。本当に。ということで、私もフジテレビ株買っておりますけれども、ぜひね、今回、3月末までに株を買って、6月に行われるであろう、株主総会で、やっぱりこの今のフジテレビの体質ってのは僕良くないと思いますので、ぜひ解決されるような議案が提出されて、それが可決することを僕は望みたいなというふうに思っておりますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。